株主総会で、私の妻である林番丹は愛人と手を組み、私の株式を奪い、役職を解任した。大政の前で私を恥ずかしめ、辞任に追い込んだのだ。会議終了後、私は即座に産後権の中核特許を取り戻した。会社を立ち行かなくしてやる。皆様、林番丹会長の提案に基づき、夫である周慶深氏氏の経営経験不足及び、能力不足と能力により、同氏が保有する 35% の発起人株式を回収いたします。会社が回収だと 35% だぞ。そう簡単に回収できるものか。では、挙手による採決を行います。会長。ケイフチは当グループのチーフエンジニアです。会長ケイフチは0年間も会社のために全力を尽くしてきたんです。功績がなくとも、苦労はあったはずでしょう。それに何より、彼はあなたの大友ではないですか。これより挙手による採決を開始します。何か意義でも。私、周慶府長はグループのいかなる決定も尊重する。他に何か。周慶府知。それはあなたが自分で言ったことよ。誰も強制していないわ。用がないなら、3回目しよう。待ちなさい。議題の2つ目。周慶府知のチーフエンジニア職の解任。新志昇氏が引き継ぐことになります。会長。新志昇は営業は竹の人間ですよ。そうですよ。彼に。技術なんてわかるんですか？そのご心配には及びません。私の大学の専攻派技術開発に関連する分野でした。私は彼の能力を信頼しています。同意します。今日の午後、人事部へ引き継ぎに向かいます。他に何か。周総サインをお願いします。おい、お前の妻はプライベートではなかなか派手だな。俺の方が世界一の男だって言ってたぞ。用がなければ失礼する。もう会社の株主ではないのだから、出て行きなさい。ドアを閉め忘れないでね。上出来だ。サインしたぞ。ようさ。私の産後権の中核特許の星海グループへのライセンス期限はあとどれくらいだ？社長、技術ライセンスは5年前にすでに執行しています。ですが、バンタオンさんは社長の奥様ですし、星海グループの会長でもいらっしゃるので、それで更新の手続きをしておりませんでした。何より御任命はご夫婦でしたから。星海グループへの技術支援を停止しろ。産後権の中核特許を回収する。ですが、収蔵。特許を回収してしまえば、星海グループは倒産してしまいます。その時、奥様の方は。ビジネスは提携だ。関係が壊れれば撤退する。婚姻も契約に過ぎない。出発の前に。ですが、ライセンス供与を停止しろ。それと、法律事務所にも連絡して、星海グループが過去5年間に滞納した特許使用料を全力で回収しろ。かしこまりました、収蔵。おい、ノックしてから入れ。おい、周慶府知。今や俺がグループのチーフエンジニアだ。引き継ぎが終わっていない以上、俺はまだお前の上司だ。出て行ってノックし直せ。周慶府知、お前。随分と偉そうな態度ね。会長。彼が俺を侮辱したんです。ケイフチ、
不満があるのはわかるわ。でもグループの長期的な発展のため理解してほしいの。要件を言え。俺、まともなオフィスもまだないんですよ。彼があなたのポジションを引き継いだのだから。じゃああなたは？そうだ。ハードな大会が間近で、多くの取引先がすでにホテルに到着しているの。後で一緒に挨拶に行って、グループの既存技術について説明しなさい。勘違いしていないか？彼がチーフエンジニアだ。このボル浜だけ意見が浅いのよ。技術面はあなたがフローしなさい。彼に行けばいい。このソファー、すごく座り心地がいいですね。これから夜残業して疲れたら、一緒にこのソファーで横になろう。休むのはいいわ。態度を改めて真面目に仕事の話をして、5分後に近いへ降りて、部屋の荷物は人に片付けさせるわ。ああ、バンタンは夜ここに来るのが大好きなんだ。俺と一緒にオフィスでね。まあ意味わかるだろ。州曹、法律事務所に到着しました。本当にバントンさんにそこまでやるんですか？弁護士に伝えろ。すぐにライセンス終了通知書を作成させろ。東京使用料も全額回収する。かしこまりました、州曹。集計不知、引き渡せ。この専用車はチーフエンジニアのために用意されたものだ。お前はもうその立場にない。彼の言う通りよ。私はただ会社の規定に従っているだけ。この車は今誰が乗るべき？林バンタン、取引先が滞在しているホテルまではここから7キロあるぞ。集計不知。ここ数年、あなたは甘やかしすぎていたようね。車がなければ仕事も進められない、作業もできないというの。会社を立ち上げたばかりの頃、あなたは毎日バスに乗って、1日に十数人もの取引先に会っていたでしょ。それでもちゃんと仕事をこなしていたじゃないの。聞こえなかったのか。今のチーフエンジニアはこのボルダー。早く車の鍵を渡せ。会長。あいつ、何のつもりなんだ。タクシーを拾いなさい。あなたはいつもそうだ。配慮というものが全くないな。これが解毒剤だ。一体いつになったら一言だけでも口を聞いてくれるの。李社長、王社長、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき誠にありがとうございます。顔色が真っ青じゃないか。あ、そしてこちらの項は、当グループの新しいチーフエンジニアです。皆様、どうぞごひいきに。新チーフエンジニアは本当に若くて優秀ですね。もちろんです。林会長の人を見る目に狂いはない。州曹35件の特許技術の権利確定が完了しました。このまま法的措置に移行しますか？直ちに法的措置を開始しろ。関連する全東京の法的条文も列挙する。明日のパートナー大会で一撃で仕留め。収操。あなたとバンタンさんは。命令に従え。州曹、あなたはバンタンさんのためにあんなに尽くしてきたのに。当時はマインバスで営業回りし、
昼夜を問わず技術開発に取り組む。星海がここまで発展できたのも、すべて周装が一つ一つ技術を積み上げてきたからです。皆様、今後、星海グループの技術特許は、すべて私が責任を持って管理いたします。それなのに、番頭さんの機嫌まで気にかけ、お姫様のように大切に甘やかしてきたのに。ケイフチなんて、ただの理系オタクよ。仕事では気配りもできず、プライベート風見も全く面白みがないの。長年分かっていたわ。皆さんが彼にうんざりしていたことを。本当に申し訳ありませんでした。あなたの35件の中核特許技術も、長年番頭さんに無償で使わせてあげていたのに。今後は星海グループのすべての技術審査を、このボルが全権を持って担当します。皆様、これから正解グループに私がいる限り、皆様によりて熱い技術サポートを提供することをお約束します。おお、素晴らしい。是チーフエンジニア、事前に少し教えていただけませんか？星海グループは今後どんな技術アクセス権を開放する予定なのですか？集計縁聞こえないの。さっさと壇上に上がって皆に技術の解説をしなさいよ。使えないやっこね。気の利きようが全くないんだから。お月、直ちに法的措置に入れ。直ちに実行しろ。あいつが。今回のパートナー大会で、星海グループは最新技術68件を公開いたします。リース、シラスはすべて当グループの基礎特許をベースに開発されたものです。もしその最新技術を導入する場合、うちの工場の設備は入れ替える必要がありますか？星海グループは皆様の既存設備のままで、純粋な技術アップグレードを行います。アップグレードすれば生産能力はどれぐらい向上しますか？少なくとも効率は3倍に上がります。素晴らしい。3倍ですか？そんなに。まあ皆さん、今後、市場野生さんのことでわからない点があれば、何でも私に聞きに来てください。そうだ。さあ、みんなで食事に行こう。食べながら話しましょう。ああ、そうだ。皆さんどうぞお座りください。李社長、王社長、こちらへどうぞ。集計縁。このボールの気の配り方を見なさいよ。それに比べてあなたは毎日ラボに引きこもっているだけでまともな口も聞けないなんて。人間同士の差って人間と犬の差より大きいわね。何か用か。何その態度は。用がないなら変える。集計縁。今日の落ちぶれた姿は自業自得よ。家に帰ってしっかり反省しなさい。ああ、十分に反省させてもらうよ。ケイフチはもうこんな時間なのに、なんでまだ来てないの？こんな重要な会議に遅刻するなんて。私の見破るところ。あいつはわざと恥をかかせようとしてるんだ。主訴、こちらが35件の特許の確認書と関連する法律条文です。主訴、星海グループが滞納している特許使用料も、算定が完了いたしました。計30億元です。かつて一世を風靡した星海グループも今日で完全に崩壊だな。行くぞ。ケイフチがいないわ、このボル。後で技術説明があるけれど、場を収められるかしら。任せてくれ。昨日の夜、君が完璧に予習させてくれただろう。じゃあ、後でしっかりアピールしてね。全部俺に任せろ。沈チーフエンジニアが就任されてから、やはり違いますね。若くして優秀なだけでなく、弁舌も素晴らしい。集計縁より何倍も買っていますよ。集計縁なんて何者でもないわ。うちの星海グループが今日の繁栄を築けたのは、すべて林会長の優れた指導のおかげよ。そうか。集計縁、
今日は星海グループにとって最も重要な大会なのよ。なぜ遅刻したの？すまない。すまない。こんな重要な会議で一言すまないで済むと思っているの？遅刻したんだから。バチとして立って参加しなさい。わかった。続けてくれば。ええ。当星海グループは今年、新たに68件の技術を開発いたしました。ご着席のパートナーの皆様に全面的に開放いたします。そんな素晴らしい話を？当時、林会長のお引き立てにより、私、陳志昇のチーフエンジに足任を記念いたしまして、我が星海グループの技術ライセンス料を皆様に一律に割引でお届けいたします。何割引だって？ 2 割引だ。集計淵がチーフエンジニアだった頃は、一歩も譲ってくれなかったからな。今のしずチーフエンジニアは、集計淵の1000倍も万倍も素晴らしい。ケイフチ聞こえたかしら？あなたとシオの差がどれほど大きいか分かったでしょう。人間としてね。ええ、分かっているとも。あの時集計淵が堅くなに譲らなかったせいで、我が社と星海との提携規模はこんなものじゃなかったはずだ。集計淵、お前は我がグループの面汚しだな。皆様、申し訳ありません。私ほど嫌われているのであれば、今後ここにいらっしゃる皆様とは一切協力いたしません。今後皆様方とは二度と提携いたします。集計案、解任されたばかりのお前が、今後俺たちとビジネスのはなしをする機会なんて二度とないだろう。今すぐ星海グループから出ていけ。見ているだけで不愉快だ。出ていけ、出ていけ。出ていけ。皆様、どうぞご静粛に。集計淵の解雇処分につきましては、会議終了後に皆様に納得のいく説明を必ずいたします。今回の業務提携に異議がございませんでしたら、お手元の技術購入契約書にご署名をお願いいたします。林会長、一度に10年分の使用料契約となると、資金面の負担がかなり大きいのですが。そうだ、支払い方式をと支払いに変更できませんか？万が一、将来星海グループが契約違反をした場合、ビジネスに必要なのは精神、そして何より信頼です。契約書にははっきりと明記してあります。もし我が星海が契約違反をした場合は、損害賠償として10倍の違約金を支払います。皆さん、聞きましたか？10倍の違約金を合わせたら、100億元を軽く超えますよ。これこそが我が星海グループの誠心誠意です。最初、最大。林会長。契約を結びましたので、星海グループの最新技術68項目の資料はいつ配布していただけますか？さあ、早く資料をお渡し。待て。林会長。何か一つ重大なことを見ようとしていないか？どういう意味？星海グループの最新技術68項目。バンクアプチそのうち35項目の基本と今日は、すべて私、集計淵の個人所有だよ。本日付で、個人として星海グループに対する基本と協賛15項目のライセンス供与を停止する。最新技術68項目における星海の使用権を取り消す。即時発行とする。なんですって？集計淵、一体どういうつもりよ？ビジネスはビジネスに過ぎません。林会長、収送はすでに星海での具体的な役職についておりません。それに、解任されるリスクさえ抱えています。星海グループの主要パートナー9社が連名で彼の解任を要求しているのです。ここまで追い詰められた人間を解任しない理由がありますか？解任。問題ない。会議が終わったら自ら辞任する。提議他的是、本人も辞職を受け入れると言っています。収送がこれ以上星海グループに止まらないのであれば、私たちが特許を回収しても、林会長には文句ないはずですね。一体どういうことだ？この68件の特許技術は本当に手にはいるのか？シオ・ケイフチ、忘れないで。あなたの研究会は次はすべて、星海グループが提供したのよ。
そうだ。あなたの京府地技術研究室は星海グループの参加であり、すべての技術はグループの資産だ。あなた個人の処分権限はない。林社長、また勘違いをされているようですね。京府地技術研究室は名義上コソグループに属していますが、法人及び所有権は法律上すべて収蔵個人のものです。京府地技術研究室への投資はすべて州警府下志士の個人資金。すべての出金記録も確認できます。星海グループの財務からは一銭も収支されていません。これは、周慶淵、君と林会長は夫婦だろう。これほど計算高い男だとはな。自分の妻まで警戒していたとは。周慶淵、今日になってようやくわかったわ。あなたは EQ が低いだけでなく、冷酷で卑劣な人間よ。林会長、また思い違いをなさっていますよ。10年前、星海がどんな状況だったか、あなたが一番よくご存知のはずです。10年前、星海派破産寸前で驚愕の負債を抱えていました。一方、私たちの京府地研究室は、すでに国内トップクラスの研究会はチームでした。破前米。そんな昔話をしても意味はない。どうして言わないんですか？当時、あなたが星海を救うために35件の技術特許をライセンスし、林万端に5年間の独占無料使用権を与えたんです。特許料を1円も受け取らずに、林万端には人脈も資源もなかった。すべて収蔵外の地掛けで業務提携を勝ち取り開発を進めたからです。星海が今日あるのは、すべて収蔵のおかげです。一つまた一つと技術を積み上げて作り上げたんです。へえ、あなたの言い草だと。星海グループの1万人近い社員全員が、たった20人の研究室に養われているとでも。平和を気を頼まず。あるいはこういう可能性は考えられませんか？取引先でさえ、俺の技術のおかげで成り立っているんだ。林会長、こちらへ。周様の星海グループに対する技術ライセンスは5年前に失効しております。ご自身でご確認ください。あともう1点、特許追調整休書もございます。ライセンス執行後の5年間、無契約のまま、星海グループは該当特許を使用し続けていたため、使用料を追徴請求いたします。周慶淵私たち、10年も夫婦だったのよ。そこまで冷酷になれるの？あビジネスはビジネス。婚姻は婚姻。事業がダメになれば撤退し、婚姻が擁護されたなら解消するまでのこと。京淵。まさかあなたが。最低よ。私のことなんて、最初からどうでもよかった。一体私のことを愛したことがあったの？林会長、あなたはまた勘違いをなさっています。周宗があなたを愛していなかったなら、あなたの一番苦しい時期に命がけで支えたりしますか？私、愛していなかったなら、産後項目もの特許技術を星海に5年間も無償でライセンス供与しますか？もうやめて。周宗があなたを愛していなかったなら、あなたを会長の座につかせ、星海を今日の地位まで押し上げたりしますか？星海が今の繁栄を築けたとでもお思いですか？はぜまい。サインしろ。いいわけなど聞きたくない。お前と争う気もない。京淵。変わってしまったのね。法的条項は協定書に明確に規定されております。どうして私にこんな仕打ちをするのよ。かつては私をあんなに愛してくれていたじゃん。不履行の場合は、ハゼ前。回収す。直ちに手続きを進めてくれ。京淵研究室の全特許を直ちに回収する。中継淵だったのか。ちょっと待て、彼が去ったら、この68件の新技術はどうなるんだ？林会長、うちはもう契約を結んでしまったんですよ。もし星海が契約違反になったら、10倍の違約金を支払ってもらいますからね。違約金だと。なんであんたに違約金を払わなきゃいけないんだ？新地不縁時に、契約書に書かれている通り、たった今サインしたばかりだぞ。サインしたばかりの契約をハンコにするつもりか？
全部あんたたちのせいじゃないか。上層部に無理やり収倉庫を解任させて追い出したのはあんたらだ。この件は全責任を取ってもらうぞ。ゲスな男女め、収倉庫が容赦しないのも当然だ。自業自得だろう。契約書にサインしたんだ。1週間以内に期日を渡すか。さもなければ法廷で会おう。番頭が。怖がらないでくれ。俺がついている。あなたに何ができるっていう。俺の大学の教授は、海上科学技術協会の畑会長なんだ。畑会長さえ力になってくれれば、この68件の最新技術どころか、協会全体の技術独占だって、お安い御用だ。本当に。ああ、俺を信じて。長宗、これがうちの研究室の最新の技術資料です。ご確認ください。いいだろう。問題ない。すぐに特許出願の手続きを進めてくれ。同時に星海グループへの技術保証金の請求も進めてくれ。承知いたしました。収蔵。収蔵。収蔵。林番頭様とは本当に。もしもし、どちら様ですか？ああ。はい、承知いたしました。少々お待ちください。収蔵。海上科学技術協会の畑会長が、ぜひお会いしたいとのことです。時間はない。いや、もう3年もオファーを受けているのです。一度くらいお会いになってはいかがですか？会う理由を言ってみろ。畑会長はずっと収蔵崇拝されています。理由にならない。協会側がうちの実験データを買い取りたがっています。ビジネスの件なら君だけで処理できるはずだ。収蔵が直接対応をくだされば、畑会長はかなりの高値を出すとのことです。1リアル。畑会長、うちの収蔵がお会いすることに応じました。今夜、海上ホテルですね。俺の普段の食事時間は5分だけだ。10分やるから言いたいことを事前にまとめておくよう伝えてくれと。はい。畑会長、収蔵がお時間を避けるのは10分間のみとなっております。ですので、お会いになった際は要点を絞ってお話しください。わかりました。十分もあれば十分ですよ。いやー、ヒヨ助手、ありがとうございます。収蔵には心から感謝いたします。はい、はい、では失礼いたします。畑会長、アポが取れたのですね。3年越しだ。ついにあの技術界の重鎮、集計淵とお会いできる。いや、本当に良かったです。ああ、重能氏も前にな。彼はすでに我が国の技術分野のトップだったんだ。ケイフチ研究室の実験データさえ買い取れれば。私の国際学術誌への論文掲載も夢ではないんだ。いや、本当に素晴らしいことです。林番頭。お前がどんな死体をしてかしたカミロ。ケイフチ研究室が離脱して以来、グループの事業は完全に停滞しているんだぞ。その上数百億という莫大な違約金に直面している。この金を一体どこから用意しろって言うんだ。集計口だ、全部。あの集計口のせいだ。今更そんなこと言って何になる？ 6、8件の技術を出せなきゃ、星海グループ払い月まで持たないぞ。林会長、元は夫婦だったんだ。早く彼に頭を下げに行け。ここに座ってても解決しないぞ。あんたら、少しは落ち着いたらどうだ？たかが技術の問題だろう？俺が解決してやる。お前にか。どうやって解決するんだよ。我が星海グループが海上科学技術協会の畑会長のご支援をいただけることは、それでも解決できないっていうのか？新社長。科学技術協会の人脈があるのか。協会からの強力なバックアップが得られるなら、星海グループは完全に救われるぞ。確かな実力がなけりゃ。星海グループのチーフエンジニアなんて引き受けませんよ。その通りよ。このボルハ技術面では集計淵に少し劣るかもしれないけれど、彼の話術、人柄、人脈を広げる力は集計淵なんかよりはるかに上よ。そうですとも。会長のおっしゃる通りです。協会とのパイプをつなぐことができれば、この状況も確実に逆転できます。そうだそうだ。できれば。基本特許のライセンスを取得できれば、
今後の研究開発もスムーズに進められます。春師傅、何をグズグズしてるんだ。早く連絡してくれ。わかりました。畑会長。今夜集計淵先生にお会いしたら、私に1分だけお時間を分けてくださいね。私の国際史への論文を発表。京淵研究室の実験データさえあれば、あと一押しなんです。劉先生、そりゃ虫が良すぎる話だよ。面会時間はたった0分なのに、なんで君が1分も独占できるんだ。そんなの納得いかんよ。まあ、慌てなさんな。実はだな。どちら様ですか？もしもし、劉教授。私ですよ。陳氏昇です。先生の18期のお塩です。おわ、何か用かね？教授、実は私、星海グループのチーフエンジニアに就任いたしまして。おやおや、大したものだな。君がそこまで出世するとは。教授、今夜海上反転で一席設けたいのですが。それと、科学技術協会の畑会長もご一緒にお招きできませんでしょうか？海上反転か。そういえば今夜、畑会長も海上反転で商談があるんだ。君も同席させてもらうか。どうだい？はそれはありがたいです。今日のセッティングはお任せください。絶対に満足していただけます。よし。では、ひとまず失礼します。ええ、そうなんです。いいか、はっきり言っておくぞ。面会時間は全部で10分だ。1分でもオーバーしたら、この話は絶対に無視だから。そんな、彼のことを持たないでくださいよ。まったく、馬のやつね。もしもし、馬院長。ああ。私です。陳氏昇です。以前、委員長の研究所で数年間お世話になりました。ああ、君は誰だったかね。何か用かね。実はですね、今夜会食をセッティングいたしまして、星海グループを代表して、ぜひご協力のお話をさせていただきたく。そうだ。科学技術協会の畑会長もお越しになります。ああ、わかった。ではまたな。どうです？そんなに解決が難しい問題ですか？すごすぎます。大したことないですよ。さすがですね。集計淵のやつ。技術を盾にしてホヤシ会長を揺さぶろうなんてよ。身の程知らずの夢物語ですよ。科学技術協会とのパイプさえ作れば、集計淵のあのしがないラボを追い詰めてみせます。皆様、まずはご紹介させていただきます。こちらが星海グループの会長、林番東さんです。番東、こちらの方は、恩師である海上大学の劉教授。劉教授、はじめまして。そしてこちらは、海上研究所で名高い馬院長です。もしかして、科学技術協会のトップである畑会長ですか？はじめまして、畑会長。今夜、ここでこんなにも多くの。海上の技術界の大先輩方にお会いできるとは思いませんでした。まずは私から皆様に一話見拝させてください。待ちなさい。あの方がお見えになるまで誰も端をつけてはならん。先生。まだどなたかいらっしゃるのですか？今夜の会食は、もともとあの方をおもてなしするためのものだ。一体どなたですか？そこまでの大物が、これほどのご重鎮方が勢揃いしてお出迎えすると。我々のテック界の大物だ。科学技術協会がお目にかかるために、丸3年依頼し続けたのだぞ。いいか。お会いしたら余計な口を叩くなよ。一言でも出現してみろ。神様でもお前を救えんぞ。おい集計淵、誰の許可では入ってきてんだ。礼儀を知らん奴め。出ていてノックし直せ。常識のないやっこめ。いけ、ノックしろ。あなたは、ノックしろと言っただろう？耳が聞こえねえのか。番頭に会いたければ、膝をついてホイホイってこい。集計淵。私にあんな仕打ちをしておいて、許してもらえるなんて思わないで。ファンダ、何か誤解があるんじゃないか。誤解？今更公開したの。わざわざ私に謝りに来たわけ。言っておくけど、もう遅いわ。あなたにはもう何の未練も期待もないの。いや、俺が言いたいのは、あんたがどう思うとどうでもいい。ここにあんたの発言権なんてないんだよ。陳さん、ここは俺に任せてください。おいおい、こう。お前、
身の程を知らねえ奴だな。ここがどんな場所か分かってんのか？お前ごときが同席できるとでも思ってんのか？集計不知、グループから追い出されたからって、うちが立ち行かなくなると思うなよ。言っておくかな。この世は誰がいなくなろうと地球は回るんだよ。これ一体どういう状況なんだ？畑会長、こいつはですね、うちの星海グループをクビになった負け犬に過ぎません。ええ。なら、俺は帰る。じゃあ、失礼する。おいおい、強気だな。おい、お前。そもそも来ちゃいけなかったね。ここがお前の来られるような場所か。ここにいるお方々がどなたか分かってんの？こちらは科学技術協会の偉大なトップ、畑会長だ。こちらは海上研究所の泣く子も黙るうまいん長だ。商談相手であるこちらは俺の恩師、海上大学理工学部の劉教授だ。黙りなさい。集計不知。ここにいらっしゃる方々は科学技術界の受人ばかり。みんなうちのファミーグループがお招きしたのよ。集計不知。星海グループの後ろ盾がなくなったら何もできないと思い知ったかしら。プラットフォームの力を自分の実力だと勘違いする典型的な例。集計不知。本当に空気が読めないのね。謝罪しに来るなら場所くらい考えたら。わかった。次から気をつける。本当に気が利かないわね。心の底から落胆したわ。どうでもいい。それで、この食事は食べるべきなのかね？ええ、食べましょう。神さえどうぞ。いや、彼にお座りいただくんだ。はい。どうも、失礼いたします。先に食事にしましょう。プレイナー。あなたのその横兵で不愛想な態度、いつになったら改まる？申し訳ありません、畑会長。構いません。お気になさらず。集計法？目上の方が手をつけられていないのに、なぜ先に橋を動かすの？あなたはいつになったらシュウのように、世渡りというものを学べるの？必要か？必要ない。必要ありません。集計不知。てめえ、黙ってろ。ずっと我慢してやってたんだ。お気になさらず、畑会長。集計不知の件でした。今すぐ失せろ。出て行け。いいえ、その周先生。すみません。実はこの二人とは面識がなく。大したことではありません。まずは食事にしましょう。ああ、ええ、そうですね。周先生が気にされないのでしたら、さあ召し上がりましょう。あんた、一体どういうことなんだ？畑会長は彼と面識があるようだが。私も知らないわ。研究業界のことなんて彼から聞いたことないもの。バンタン？うちの研究室で新しい技術的ブレイクスルーがあったんだ。見てくれ。技術って、あなた毎日技術のことばかり。たまには花束を送ったり、甘い言葉の一つでも囁いてくれないの？ああ、周先生。お口に合いますでしょうか？もともとだな。時間は1、0分しかない。食事に5分使った。あの人間の揉め事でさらに時間を取られた。周先生、東京会としてぜひあるプロジェクトにご参加いただきたく。周先生、当研究所もぜひ共同研究。高下級の重要プロジェクトでした。周先生、東方では危研究室の実験データを購入したく。金額はご希望に応じます。周先生。状況としては異常でございます。時間です。10分経ちました。ちょっと待ってください。畑主席。いや、畑主席、何ですか？畑主席。周先生。周先生、大変失礼いたしました。先ほどの二人は。私がお呼びしたわけではないのです。構いません。大したことではないので。周先生、お怒りではないでしょうか。では、実験データの件は？
ビジネスの件でしたら。上司のは全前に連絡してください。課の長が対応します。おー、わかりました。ありがとうございます。くそ、あんな奴のどこがすごいってんだ。飯堂、見ただろ。集計淵のやつ、完全に嫌がらせで邪魔しに来たんだ。君を困らせたくて。星海グループを潰そうとしてるんだよ。畑会長だって、もういいわ。本当にいい加減にして。バー、俺がこのセッティングをするのにどれだけ苦労したか、わかってるだろ。このボル。あなたのご苦労はわかってるわ。それで、これから私たちはどうすればいいのよ。心配するな。地獄の坂も金次第だ。十分な金を積みさえすれば。鍵協会のトップだろうが。俺たちのために動くしかないのさ。誰を金で動かすつもりかね。いえ、そういうわけでは。私どもが申し上げたいのは、皆様が我が星海グループに技術サポートを提供してくださるなら、破格の報酬をお支払いするということです。J 長の歌が大好きでね。チームがあれば何でも思い通りになるだと。ならよく見ろ。わしらの誰が金で釣れる鬼に見える。違います。うまいんちょ。そういう意味では。ならどういう意味だ。ノー先生。私は先生の教え子です。どうか助けてください。わしの教え子など星の数ほどおる。お前ごときが何様のつもり？わしらが周先生とお会いするのにどれだけ苦労しているか知っているのか？あいつと会うのに予約だ。もういい。本日より、海上鍵協会の全会員は星海グループとの取引を一切禁止する。そんな、お待ちください。さらに、海上鍵協会の全技術と今日の星海グループへの需要を即刻停止する。おやめください。好みのほど知らずどもが、こちらの大事を台無しにしようって。旗主席。先生。今後、外でわしの教え子だと名乗るな。わしにはお前のような情けない教え子はおらん。先生、そんな私。収操。頼むよ、八尾衆、収操に合わせてください。そうですよ。収操に助けてもらえないと、うちの工場は潰れてしまいます。収操のお時間は貴重です。お会議はさせません。収操、見殺しにしないでください。お願いです、収操。収操。収操、あなたが星海グループへの技術提供を止められたせい。いや、京淵研究室の技術提供ですね。私どもの工場の生産ラインが完全に止まってしまったんです。収操、うちの工場は毎日100万件もの損害が出ているんですよ。本題を話す。収操、今回は改めて技術ライセンスの供与をお願いしに参りました。星海グループにいた頃、うちの収操をコケにして、二度と取引しないと叫んでいたのは誰でしたっけ？以前は私たちが浅はかでした。本当に申し訳ありません。あんたらが反省しようがどうでもいい。収操、ではもう怒っておられないのですね。あんたらごときが収操を怒らせる価値もないだけ。ライセンスを与える理由を言ってみろ。収操。私たちは倍の価格をお支払いする用意があります。あなたの技術ライセンスを取得できるのなら。よくん、お見送りだ。滅相もない。3倍出しますから。あなた方は当時、たった1枚の契約書を盾にして、星海グループから10倍の違約金を得ようとしました。でしたら、ご存知ですか？星海グループが今日まで成長できたのは、我が収操が心血を注ぎ、ジャニーで支え続けてきたおかげなのですよ。わかりました。星海グループからの10倍の賠償金を、そのまま全額収操にお支払いいたします。その理由は気に入らないな。よくん、お見送りだ。舞台化の間抜けね。さあ、お引き取りを。収操。ちょっと待ってください、収操。わかりました。収操、10倍の価格をお支払いします。京淵研究室の10年間の技術ライセンスをください。悪くない。契約書への署名と送金が済み次第、今年の最新録画知見の技術を含め直ちにライセンスを付与する。収操、これはおかしいですよ。収操、なぜ技術の権利者が州平等になっているのですか？
ご本人の周慶深氏様ではないのですか？周敏徳は我が周宗の父親ですか？何か問題でも。京府地研究室が設立されたその日から、すべての技術特許の権利者は周敏一茶推しとなっています。おい、状況がこんなことになってしまったぞ。我々株主にどう説明するつもりなんだ。陳氏のポル。家協の畑会長はどうなった？特許ライセンスの契約は主要取引先の半分以上が今や契約解除に動いているんだぞ。京府地側からの技術供給も完全に打ち切られた。このままではシーブは1週間も持たないぞ。申し訳ありません。申し訳ないで済むか？謝って済む問題じゃないんだよ。お前は分かっているのか？もし我が社が実ライセンスを得られなければ、数百億もの賠償金が発生するんだぞ。数百億だぞ。皆さん、焦らないでください。まだ方法はあります。林社長さえ承諾してくだされば、星海グループは必ずこの危機を乗り越えられます。なんだと？一体どんな方法だ？星海を救えるのなら、私は何でもするわ。方法は簡単です。バンダー君が。周慶不死と。離婚を離婚。そうだ。周慶不知の特許の大部分は、すべて結婚後に開発されたものだ。つまり、これらは夫婦の共有財産にあたる。その通りだ。法律上の観点から言えば、周慶不知の特許はすべて婚姻中の財産だ。林会長、あなたには半分を分割請求する権利がある。でも、私は慶不知とそんな形で争うな。今がどういう状況だと思っているんだ？星海グループの方が大事なのか？それともお前の個人の感情の方が大事なのか？バント。あいつと離婚しろ。俺がついている。周宗。今朝の取引開始後、星海グループの株価が急落しています。このままだと、創価グループは1週間も持たないでしょう。そんなこと気にしても意味がない。自分の仕事に集中しろ。あ、は。喂？ええ、わかりました。周宗、林番頭が人を連れてやってきました。お会いになりますか？当然。一応は夫婦だったんだからな。上にお通しして。周宗、もし林番頭様が星海を救ってほしいと買うてきたら、応じられるおつもりですか？彼女は俺に泣き、好きはしない。永遠にな。周慶夫妻、本当に私と星海を死に追いやる気なの？林番頭、誰も追い込んじゃいない。周慶夫妻、貴様それでも男か？周慶夫妻、女相手にここまで定的に痛めつけるとはな。しかもバントンはお前の妻だろうか。人間のクズね。あんたこそ何様のつもり？周宗と奥様の会話に口を挟む資格があると思ってるの？なんだと？いい。要件を言え。最後のチャンスをあげるわ。今すぐ星海グループへの技術ライセンスを再開しなさい。さもないとさもないと本当に離婚するわよ。絶対離婚するわ。今、星海グループは苦境に立たされているんだぞ。なのに傍観を決め込むなんて。バンタンにとってお前みたいな夫が何の役に立つんだ。陳氏昇、星海グループの今の窮地は技術の問題でしょ。探して今、星海のチーフエンジニアはあんたのはずだけど、あんたが解決すべきじゃないの。それは、もういいわ。周慶夫妻、技術ライセンス出すの？出さないの？取引の話だ。いいだろ。ただし条件がある。星海グループが未払いになっている特許使用料。計算0億元を生産することだ。関西ですって？周慶夫妻、私たちは夫婦なのよ。私にお金の話をする気。ビジネスはビジネスだ。技術ライセンスの件は、星海グループと京淵研究室の契約事業であって、市場とは関係ない。はぁ、どこまでも冷血な人ね。そこまで自分勝手なら。
なら離婚よ。集計法人。本当にそこまで冷酷になれるの？私の気持ちなんて少しも気にしたことないんでしょ？俺がお前を愛していれば、お前の気持ちに意味が生まれる。俺がもう愛していないなら、そんなものはどうでもいい。これで満足か。州曹、すでに我が社の林会長を取り込され退場。法律上、あなたが個人で所有する技術はすべて婚姻中の共有財産となります。林会長にはその半分を分割請求する権利があります。いいでしょう。では今から技術と共の資産分割を行いましょう。結構ですよ。なら、さっさとすべての技術、こちらに引き渡しなさい。あいにくですが、我が宗曹の名義には、一つとして技術特許など存在しません。そうに引き継ぎ、どういう意味？笑わせないで。Kフチラボはこれまで、我が星海グループから膨大な技術を持ち出したのよ。それなのに白々しく、一つも技術がないなんて言えるわけで。私を騙す気。収曹、婚姻財産の隠匿廃法行為です。私は星海グループの法務部長として、あなたが保有するすべての特許技術について完全な証拠を確保しております。集計不知。名義を他人に変えれば、夫婦の共有財産分割を免れられるとでも思ったの？実に浅はかだわよ。刑打ち。今、おとなしく技術を差し出すなら、財産を隠したい方行為については、目をつむってあげる。この競技場だって破棄してあげてもいいの？バンタン？一体いつまで？こんな男に幻想を抱いているんだ。だって。おい、忘れるなよ。今の星海グループの危機は、すべてこいつが引き起こしたんだぞ。軽率な口を慎んでいただこうか。星海グループの危機はすべて林番頭自身が選んだ道だ。誰のせいでもない。黙れ。技術を渡す気があるのか、ないのか。林番頭。俺を脅すつもりなら、もう無駄だ。俺たちはもう夫婦ではない。いらない。こんな奴とこれ以上はなす必要はない。集計不知。これらはすべて、あなたが個人として技術界で実績を築いてきた証拠だ。これほどの証拠が揃っていて、まだ言い逃れする気か。収曹、これらの狩猟は過去10年間にわたり、ケーフチラボ側が星海グループにライセンス供与したすべての技術特許です。この件についてはあなたが一番よくご存知のはずです。今おっしゃった通り、これらの技術はケイフチラボがライセンス供与したものです。収曹個人によるものではありません。ケイフチラボのライセンスも、集計フチ個人のライセンスも、一体何の差があるというのだ？もちろん大違いです。どういう意味だ？なぜならケイフチラボの特許の登録者は、収曹ではないからです。何？誰よ？誰かって、自分で電話して確認したらどうだ？笑わせないでよ。うちの収曹と10年も結婚しておきながら、夫の技術特許が誰の所有かとも知らず、今更電話で調べるなんてね。ねえ、林会長も、この10年間、収曹のことを少しでも気遣ったことがあった。彼の理想を気にした。彼のやりたいことを応援した。私は、あなたは口を開けば、収曹があなたの気持ちを察してくれない皮肉を言うけど、でもわかっている。夫婦間の思いやりは双方向のものよ。あなたみたいに求めるばかりじゃダメな。もういい。はい。今更そんなこと言っても意味がないわ。なんですって。特許権者は誰なの？シューピン特。シューピン特って誰よ？私の義父よ。義父だ。集計不知。たとえ権利者を移転させたとしても。それは今でも君と番頭の婚姻中の共同財産だ。そうよ。集計不知。そんなことをしても無駄よ。もし最初から移転などされていなかったとした。警報地研究施設のすべての特許は、
最初から出願人も権利者も周品と空示名義になっていたとしたら。そんなのありえないわ。電話で確認していたんでしょ。続きを聞いたらどうな。過去10年間、経府地研究室の特許権利者、ずっと周品伊佐推しだったのですか？その間に権利の移転はなかったのですか？権利移転の事実はございません。何ですって？最初からずっと周品と空示の名義であり、移転手続きは行われておりません。集計不一体どういうつもりよ。10年も結婚していたのに、どうして今まで一度も話してくれなかったの？バンタ研究室で新しい技術を開発したんだ。家で仕事の話なんてしたくない。星海グループの経営を支えるために、すべての特許技術を。技術って私の前で技術の話をしないでって言ったでしょ？今度私の前で技術なんて言ったら。あなたと離婚するわよ。なんとか言いなさいよ。どうしてずっと私に隠していたの？なんとか言いなさいよ。どうしてずっと私に隠していたの？マナー、これではっきり分かっただろう。周慶淵という男が一体どれほど腹黒い奴かを。結婚した瞬間から全特許を父親の名義にしておくなんてな。周宗、いい計算だな。周慶淵、私をそこまで信用してなかったの。私を愛してなんていなかったの。私をそこまで警戒していたなら、どうして私と結婚したのよ。林会長、あなたは勘違いをしている。周宗と10年も夫婦でいながら、あなたは何も分かっていらっしゃらない。私が勘違いしてるって。私を警戒して結婚する前どころか、全技術を父親の名義にするなんて。こんな信頼関係もない結婚生活。一体どちらに落ち度があるっていうの？ではご存知ですか？周宗がわずか14歳だった頃、人生で最初の特許を発明したことを、14歳では身分証すら発行できません。当然、お父様的名義で代理登録するしかなかったのです。その後も手間を省くため、周宗はお父様的名義で特許の出願を続けていただけです。あなたとの結婚など、何の関係もありませんよ。ケンフチ。私どうして今まで知らなかったの？聞いたことがあったか？気にしたことなど一度でもあったか？あなた。教えてやってもよかった。だが、俺が父の名義で特許を登録し続けたのは、この世界において。両親以外、決して自分を裏切らない人間など、存在しないと気づいたからだ。お前も含めてな。そして実際、お前は俺を裏切った。弁護士。一体どうすればいいの？なんとか言いなさいよ。特許権者が周氏、周宗のお父様である周美沙推しであるなら、京府地研究室の全特許は、周宗個人の名義になったことも婚儀による変更もなされていません。どういう意味よ？つまり法律的な観点から申し上げますと、我が社の林会長には、特許技術を財産分与する権利はございません。ゼンマイさん、ダイナズグループの方が協議にいらっしゃいました。わかったわ。先に会議室へお通しして。周宗、我が社の技術量産化計画ですが、ダイナズ側から担当者が協議に参りました。いかがなさいますか？時間を作って、役所へ同行しよう。離婚手続きを行うために。こんにちはがないのなら。ケイフチ、私、そんなつもりじゃなかったの、本当に。奴を連れ出す。お引き取り願おう。林会長、どうぞお帰りください。私、ずっと胸の中で。林社長、あなたの思いなどどうでもいいことです。お引き取りを。違うのはゼンマイ、本当はね。警備員を呼ばせないでください。林会長、すでに選択をされたのですか？それなら体裁を保ちなさい。ジョス。
おい、剣の剣はどうなった？ TOKIO の半分さえ取り戻せれば、うちの星海も息を吹き返せるんだ。集計淵離婚に同意したのか。特許の財産分与はどうなったんだ？離軍協議書です。収葬が。署名されます。いいじゃないか。普段は口数が少ないが、林会長に対しては、本当に一途だったんだな。あっさり離婚に応じるなんてな。もういい、そこまでにしろ。今最優先すべきは星海を生き残らせることだ。離婚したのなら特許権はどうなんだ？取引先たちが首を長くして待っているんだぞ。特許の分与はありません。なんだと。県府地研究室及びすべての技術特許の所有権は、州そのお父上である州ピニーサオ氏に帰属しています。お前、どういう意味だ？県府地研究室のすべての特許技術は、州総と林会長の夫婦共有財産には該当しません。よって財産分与の対象外となります。つまり林番頭が躍起になって離婚に踏み切った。結局手には言ったものはゼロってことか。ええ。林会長があんなに騒いだせいで、州総の心は完全には慣れてしまいました。一体誰だ？離婚なんてクソみたいな入れ知恵をした奴は。あのシーズとかいうクソ野郎以外に誰が。あのクソ野郎が。今すぐ奴の皮を剥ぎ取ってやりたい。なんですって？大変なんだよ。会長、新しい技術が入らなければ、会社は本当に終わりなんです。そもそもこのクソ野郎がクソな提案をしたからだ。ご覧のありさまだ。特許が手にはいらないどころか、離婚したせいで収束を完全に激怒させてしまったんだぞ。離婚は私の個人的な問題です。このボルには何の関係もありません。林番頭、この気に及んで。まだこんなクソ野郎をかばうつもりか？このボルだってグループの利益を考えてのことです。やり方を誤っただけで、彼に非はありません。ふざけるな。仮に今彼を解任したところで、星海が立ち直れるとでも思っているんですか？林会長。あなたと慶友派重年も夫婦だったのですよ。慶淵だってね、非常に熱い人間です。そうですよ。収葬と能面会を取り付けて、心から頭を下げて謝罪してほしいだけなんです。ええ、元は夫婦だったのですから、林会長がプライドを捨てて誠心誠意お願いすれば、慶淵だって見殺しにはしないはずです。ふざけるな。林会長のどこが間違っているというんだ。なぜ集計淵なんぞに謝らなきゃならないんだ。このボルの言う通りよ。なんであいつに謝らなきゃいけないんだよ。集計淵の技術がなきゃ、うちの星海は終わりだろ？あと2日すれば取引先からの賠償請求が来る。あと2日で星海は数百億の違約金を払わなきゃいけないんだぞ。この金は誰が出すんだよ？あんたが出すのか？皆さん、泣く以外に。何ののもないですか？おい、お前な。おい、皆さんに説明してやれ。これから行う星海グループの一発逆転計画を。今度こそ集計淵を林会長の足元にひざまずかせて、命乞いをさせてみせます。会長、一体どんな計画なんですか？確かな情報によれば、慶淵研究室は全ての資金を注ぎ込んで、今年の新技術の量産にかけている。もし量産化に失敗すれば、慶淵研究室は壊滅的な危機に直面します。それで国内を見渡しても、量産の右力を持つ会社は、うちの星海とダイナツの2社しかない。私にも情報が湧いています。ダイナツグループが集計淵と提携の交渉を進めていると。あいつらが大泣くと組んだら、ハグはどっちにしろ罪じゃないか。現在、ダイナツグループの株価波乱効果を繰り返している。もしこのタイミングで集計油のスキャンダルが出たら、ダイナツはそれでもあいつらと提携できるか？どういう意味だ？集計淵が長年連れ添った妻を捨て、支援を晴らすために、技術を引き上げて星海グループを窮地に追い込んだ。こんなニュースが世に出たら、どうなるか、よく考えてみてください。
ダイナーツがこれほど会社利益を脅かし、会社の生死すら顧みない男と組むなんてことになれ、投資家が一斉に資金を引き上げるはず。集計淵やダイナツを失えば、ひざまずくしかなくなる。俺たちに救ってくれとな地区だろうよ。皆さん、この計画なら星海を救えると思いませんか？確かに一理あるがやり方がな。何か問題でも。これは完全に一線を越えている。私は反対だ。なんだかんだ言っても、私たちは集計淵と10年も共にしてきたんだ。こんな捏造で彼を罠に陥れるなんて。私にはできん。もういいわ。星海の会長は私よ。決定意見は私にある。この件は私とこのボルで進める。あなたたちは関与しなくていい。だが、足を引っ張ることだけは絶対に許さないわ。ケイフチ研究室が手掛ける今回の新技術は、両参加が実現すれば、ぶどまりは3倍以上に向上します。これは我々にとっても、ダイナツにとっても最大の利益となるはずです。素晴らしい。我がダイナツがこの技術支援を得られれば、株価も完全に落ち着くでしょう。株主や投資家たちへの一番の顔向けになりますよ。夏草。ということは、契約成立です。シュウソウ、感謝します。実りある提携にしましょう。あなたのおかげですよ。夏草。どうした？シュウソウ、一体これはどういうことです？よりによってこの大事な時にこんなスキャンダルが出るなんて。これで我が大夏としても提携などできるはずがないでしょう。夏草、提携の基盤は信頼です。俺を信じるなら提携しましょう。信じないのなら無理強いはしません。私は信じていますよ。だが世間はどうです？株主たちが信じますかね？チャンスを与えると言ったが。チャンスは一度きりだ。申し訳ありません。シュウソウを私に。そこまでのリスクは冒せません。8000枚、送って差し上げる。ですが、シュウソウ。申し訳ございません、夏草。まさかこんな事態になるとは思わず。お気をつけて。首相さ、報道されている内容はまかな嘘じゃないですか。どうして先ほど反論しなかったのですか？弁明しても意味がない。たとえ夏草が信じてくれたとしても。株主や一般投資家は信じない。林番頭のやり方は本当に卑劣すぎます。10年間も連れ添った仲なの。少しも情を残さないなんて。どうでもいい。それにあいつの取り巻きの金魚の糞。陳氏だ株よ。絶対にあの男の入れ知恵に決まっています。8000枚、前にも言ったはずだ。冷静になれと。ビジネスは戦場だ。ケイフチ、今日の午後のニュース見たでしょう？私を責めないでね。星海を生き残らせるためなの。私だってこうするしかなかったの。分かって。明日、星海グループは記者会見を開くわ。あなたにも出席してほしいの。理由は？今の状況じゃ、ダイナツグループがあなたと手を組むはずないわ。あなたの新技術を実用化して量産できるのは、うちの星海だけよ。その通り。明日記者会見の場で、公に私へ謝罪して、全技術の再ライセンスを星海に約束するなら、新技術の製品化を認めてあげる。他にはあなたの態度次第で、私を満足させてくれたら、あの離婚協議書を破棄してあげてもいいわよ。いいだろう。明日、行くよ。シュウソウ、林番頭は一体何様のつもりですか？ニュースでデマを流して中傷するだけじゃ飽き足らず。記者会見まで開くだなんて。星海グループの今の惨状を見ればな。
記者会見を開き、好材料を打ち出し続けてこそ、資本をつなぎ止められるのです。なら、なおさら言っちゃダメですよ。あなたを利用して客寄せパンダにし、大衆の前で貶める気なんです。俺が行かなければ。ニュースのテーマが本当になってしまう。林番頭の今回のやり方は汚すぎます。10年連れ添った夫婦の情なんて、これっぽっちも考えていない。どうでもいい。俺の休憩室に資料タンスがある。中の黒いフィルを持ってきてくれ。そこには。修造。こんな時にまだ仕事をする気なんですか？ファイルの中。林番頭と陳志昇のこの3年間の不正の証拠がある。USB には、2人がホテルのロビーや、客室の廊下を出入りする映像が入っている。林会長、我々の調べによりますと。周慶深志氏が星海を離れたのは、会長が彼の株式を没収したからだそうですが。林会長が彼の株式を没収したのは、周慶淵の個人の右力に問題があり、東星海グループの役員基準に達していなかったためです。我が林会長の処置は、極めて正当で合法的なものです。だが周慶淵という男は根性が陰湿で、器が小さく、経営陣、さらには星海グループ全体に逆恨みを抱き、特許ライセンスを口に積み、林会長つまり自らの妻に対し、人前で土下座して謝罪するよう強要したのです。ひどすぎる。銃の死も添い遂げた夫婦なのに、よく公衆の面前で妻を恥ずかしめられるな。林会長は気品と誇り高く、気骨あるお方です。周慶淵の侮辱に屈するはずがありません。そうだ、あんなクズに屈してはいけない。林会長応援してます。周慶淵のような極悪人をメディアで晒し上げにすべきだ。林会長が妥協を拒んだため、周慶淵は長年連れ添った妻を見捨て、個人的な腹いせで技術を撤収し、我が星海グループを絶対絶命の危機に陥れました。対応する時間すら我々に残さなかったのです。周慶淵という男は実に根っからの悪党です。林会長に解任されたというだけで、自分の妻にここまで陰湿な復讐をするとは。能力のない奴ほど、妻をいびるくらいしか脳がないんですよね。林会長が以前あいつを追い出したのは大正解ですよ。そうか。林番頭、よく自分の胸に手を当てて。自分の良心に従って喋るんだな。何よ。後でしっかり態度を改めるなら、10年の情に免じて、もう一度協力を検討してあげてもいいの。断る。周慶淵、昔あなたのお父様が星海グループを去った時、林会長に株式を回収されたことと関係があるのでしょうか？まず、一つ勘違いを正しておきましょう。私が辞任したのは、星海グループ取締役会の決定を尊重したからです。星海には、当時の会議の録画映像が残っています。林会長、公開する勇気はおありですか？取締役会の決議を尊重した私が、なぜ星海に技術を無償提供し続けねばならないのですか？星海は我が社の収蔵を解雇したのですよ。収蔵はもう星海の人間ではありません。なぜライセンスを継続する必要が？このように突然ライセンスを撤回するのは契約違反であり、個人的な腹いせによる報復行為ではありませんか？林会長、星海と私の間に一体どんな契約があったというのです。収蔵の技術ライセンスに関して言えば、星海は我が社と何の契約も交わしていないどころか、長年にわたり無償で独占使用してきたのですよ。うちの星海だからこそ、あなたの技術を活かせたのに。ちゃんと答えなさいよ。だからといって、妻を捨てて、星海グループを絶対絶命のピンチに追い込んでいいわけ。そうだ。一国の主たる男のやることじゃない。収蔵がいつ林会長を捨てになったと。俺がいつお前を見捨てたと。捨てていないというなら、ユースのり今後、衣装は一体何なのですか？あれは早満頭が自ら系府知研究室へ押しかけてきて、収蔵に離婚を突きつけたのです。でたらめ言わないで。収蔵の執務室には防犯カメラがあります。映像をお見せしましょうか。たとえ私から離婚を言い出したとしても、それは一時的な感情の昇るぶりに過ぎなかった。周慶淵、どうしてあんなにあっさり同意したのよ。最初から心変わりしていたんでしょ。ずっと私を捨てたかったんでしょ。
林晚行。本当に面目を潰し合うつもりか。もう出て行って気にやってるじゃない。あなたは技術を引き上げてた色をたち、私に離婚を迫ったのに。先に不義理を働いたのはあなたの方じゃ。ポプティミア。今何時だ？今日は報道陣の前で。はっきり言ってもらおうじゃない。林会長、最後のチャンスだ。前言を撤回しろ。どうして撤回しなきゃいけないの？私のどこが見苦しいっていうの？これが最後の機会です。ニュース報道での収束に対する誹謗中傷を撤回し、公の場で謝罪してください。このプレイ者が、林社長に向かって何という口の利き方だ。林会長、本気で最後まで恥をさらすつもりか。間違っているのは集計不知、あなたよ。最初から理不尽に言いがかりをつけて、私を追い詰めてきたのは彼の方よ。謝罪するのは、向こうが私に頭を下げるべきだ。さて、私が手にしているこの資料は、林万堂氏と、婚姻期間中にその助手である陳志昇氏が、過去3年間に及ぶホテルの宿泊記録で。過去3年間のホテルの利用記録ですよ。捏造だ。これは全くの捏造です。この USB メモリーには、ホテルの防犯カメラ映像が入っています。報道陣の皆様の前で、鬼人がホテルの廊下で抱き合い、イチャついている映像を再生してみましょうか。やめて。頼むからやめて。集計不知、私を調べさせたの。調べるまでもない。堂々と隠しもせず行っていたのだから。写真などいくらでも出回っていたぞ。こんなことをして、自分の名誉が傷つくとは思わないの？痛くも痒くもない。世間が登場するのは、被害者である俺の方だ。一方、お前とそこの新専務。世間にどう言われようと、俺の知ったことではない。俺が気にする筋合いもない。集計不知。こんなことをして、正解グループがあなたと提携できると思ってるの？あなたの新技術はどうやって量産化するつもりよ？星海グループの役員会が、無能の集まりでさえなければ、どうすべきか分かっているはずだ。修造、一言お願いします。ホテルの件について説明してください。婚姻中に不貞行為があったのは事実ですか？やめて！もう聞かないでくれ。一言コメントを。コメントをお願いします。修造、身の潔白が証明されましたので、すぐにダイナツに連絡して提携を再開させますね。属性その必要はない。どうしてですか？総合力で言えば、ダイナツ星海に遥かに及ばない。俺たちの新技術をよりよく量産化できるのは星海だけだ。ですが、林番頭とは完全に決裂したのでは？俺は星海の株主たちと決裂したわけじゃないと。株主どもはどうすべきか分かっているはずだ。記者会見は終わったっていうのに、みんなどこに行ったの？集計不知だ。向こうから提携をこう破るんじゃなかったのか？会見を開いた結果、星海の株価は半値まで暴落したぞ。陳志昇のクソ野郎はどこへ行った？ろくでもない悪知恵ばかり出しやがって。まず集計不知を追い出し、お前たちを離婚させ、そして今度。会見を開いたら会長の不倫スキャンダルまで爆発しやがった。陳志昇はどこだ？俺があの野郎をぶち殺してやる。あのクソ野郎の言うことを真に受けようって。あいつはどこだ？はけ。いえ。喋れよ。今さら黙ってないで何か言いなさいよ。先輩、お願いしていたあの技術資料は用意できましたか？おいおい子、俺だって力になってやりたい。集計不知の技術は業界トップクラスだ。うちの詰めがじゃ、とても模倣なんてできないぞ。校社長、捏造すればいいじゃないですか。とにかく今はこの場をごまかさない。そうしないと、俺は本当に終わりなんです。頼みますよ先輩。どうか助けてください。そうじゃないと、俺破滅しちゃうんです。捏造だと、いくら引っ張り出せる。俺とはヤシワタの関係なら、206の技術ライセンス料を申請できます。106山分けにしましょう。
いくらだって。金を騙し取ったら、そこで高飛びします。証拠も何も残さずにね。足付けなんて絶対に残しませんよ。いやー、さすが俺の可愛い後輩だな。で、その偽技術はいつ必要なんだ？明日が星海と提携先との契約再終期限なんです。もし技術を出せなかったら。役員会から。俺たち海抜責任者は一括りに吊るし上げられますよ。よし、明日だな。本物以上の成功を何せ物を作ってやるよ。本当ですか？実用化されなきゃ、集計不知本人が見ても、偽物だと見抜けやしないさ。うん。よし。じゃあ、そういうことで。あ、文行。どうしたんだい？ワンタン、本当にすまない。でも安心してくれ。僕が命に変えても君を守るから。何を言ってるの？私が穴を守るべきなの。でも明日技術を出せなかったら、役員会はまずあなたを処罰する。もし明日、僕が技術を提出できたら。今冗談を言ってる場合じゃないわ。ワンダ、安心してくれ。深城にある常科研究開発センターに連絡を取ったんだ。その研究機関の責任者は、僕たちの大学の先輩なんだよ。その人が技術ライセンスを提供してくれるの。ライセンスの提供だけじゃない。今年の最新技術成果は知ゼロ項目も提供してくれる。本当に。それに彼らの開発能力と技術水準は、州警府地なんか足元にも及ばない。本当に信頼できるの？大丈夫なの？ワンタン、これを見てごらん。これが彼らの研究開発センターのサイトだ。この住所証明書の数々を見て、この栄誉ある肩書きも、記載されているコード一つ一つも、全部公的に確認できる本物なんだ。特にうちの先輩は、長年テック業界の第一線で活躍している。ほら、この記念写真やイベントの要素を見てごらん。このボール。そんな広い人脈があったの。どうして早く言ってくれなかったの？ああ、バンタン。ああいうトップレベルの研究開発センターは、僕も長年交渉を重ねてきて、ようやくまとまったんだよ。星海は助かったわ。本当にありがとう。お礼を言うのはまだ早いよ。集計府地は5年間の技術ライセンスで、星海グループに30億元も要求していただろう。僕の先輩が後輩である僕の顔を立てて、星海グループの後押しをしてくれることになった。彼らが保有する技術は10年分。それで技術ライセンス料だが、たったのに1000万。いくらって。深センのテック界は競争が激しく、相場はとっくに下がっているんだ。でも長年、星海グループの技術は集計府地に独占されていたから、価格が高止まりしていたのさ。集計府地は君の夫でありながら、長年裏で、星海グループからどれほど血を吸ってきたことか。集計府地。私にどれだけの嘘をついていた。バンタン、見てくれ。スネーカーの方が、すでに一部の技術データを送ってきてくれた。すぐに取締役会を招集して、この技術サンプルをもとに役員たちと提携を協議するんだ。そうね。急いで承認を得ないと。さもないと明日、星海は提携先に100億元を超える莫大な役金を払うことになるわ。うん。今すぐ契約書を起訴するよ。取締役会で問題なければ、すぐに契約を結んで送金しよう。全技術データ、遅くとも明日の午前中には届くはずだ。このボル、ありがとう。10年前に結婚すべきだったのは、あなただったのね。バンタン、早く言って。星海の件が最優先よ。周総、来夏からすでに3回も電話がありました。
まだ明確な返答を出せないのですか？すべて星海からの連絡を待つ。星海の株主は間抜けばかりなんですか？株価はすでに暴落して半値になっているのに、まだ連絡してこないなんて、本当にのんきなものですね。昭和。落ち着け。明日は提携先の指定した技術引き渡し日だ。焦るべきなのは星海の方だよ。ダイナツ側はすでに3回も連絡してきて、意欲に満ちています。提携は欲だけで決めるものじゃない。提携先の総合的な実力を見るべきだ。その点において、星海はダイナツをはるかにしのいでいる。もし星海が私たちと提携しなかったら。あちらは必ず屈する。昭和。ビジネスの世界において優秀な仕掛け人はな、一流のハンターでなければならない。十分な冷静さと忍耐を持つ必要がある。そうして初めて影響を最大化できるんだ。首相、承知いたしました。何だって。わかった。首相、たった今、業界内で情報が入りました。深センの長品研究開発センターが売れ出て当てたり次第にかき集めているそうです。うちの系府地研究室が以前発揮した旧技術を何か裏がありそうです。長品研究開発か。ええ、そこの社長は首相もお会いになったことがあります。ヘツライと世渡りだけで業界を泳いできた、狡猾な男です。長男ハジナですね。各種アワードに参加しては賞をかすめ取り、各地で講演を行ってはめ立っている男です。私の記憶が正しければ、あの長長品半美町大学栗工学部の出身のはずだ。ええ、そうです。新篠も同校の卒業生だな。首相、それはつまり。星海から一向に電話が来ないのは、この件と無関係ではないだ。まさかチーシのボルは、小長品の手を借りて技術を捏造し、星海の関係企業を騙す気でしょうか。ですが技術の偽装など、一度自己に移せば隠し通せるわけがありません。あのチーシのボルメイ、正気を失ったのでしょうか。こんなことが公になれば、星庵は破滅します。首相、取り返しのつかない事態になる前に、星海の上層部に一言伝えるべきでは。必要ない。首相、ですが星海はあなたが手塩にかけて育てた会社です。星海が潰れるのを黙って見ているなんて。こちらの交渉の切り札が大きくなる。ですが、星海や林バンドに対して、少々残酷すぎませんか？ビジネスの戦いは、もともと残酷なものだ。この人種のボルメ、星海の株主たちに八つ裂きにされているのを餌にされればいいんです。商前前。すぐに人を対して新篠の一挙一動を開始させ。もし本当に資金を持ってたか飛びする兆候がある。すぐに通報して食い止めろ。かしこまりました。昨夜長島研究開発センターから送られてきた技術。資料は各パートナー企業に配信済みですか？昨夜の午前4時までに全て送信完了しております。我が星海グループは、無事に危機を出したぞ。星海の大功労者である新チーフエンジに、あのお姿が見えませんが。そう、どうされたの？このボルはここ数インチ、グループのために身を粉にして働いてくれたので、少々体調を崩しておりまして。まさか重要な土壇場で、チーフエンジニアのシーブ君がこの危機を見事に乗り切ってくれるとは。全くその通りです。提携先との技術ライセンスの引き渡しが完了した以上か。早急にグループ名義でプレスリリースを出せ。星海株を安定させるんだ。はい、すぐに手配します。おい、一体どういうことだ？どうなってんだ？林碗堂。新篠の野郎はどこだ？八つ咲きにして犬の餌にしてやる。林碗堂。常香が納品した技術が。全部に偽物だって知ってるのか？提携先からの抗議電話でパンクしそうだぞ。昨晩送られてきた技術は何一つ使えないんだ。そんなありえないわ。今すぐ新篠の野郎に連絡して、ここへ来たさせろ。水細工エンジニア、そんなに慌てて、どこへお出かけですか？
大坪時代圏外までナビしてくれ。私は星海グループを代表して海外の技術視察に行くんだ。星海グループも落ちぶれたものね。海外視察なのにチームも組まず、あなた一人を行かせるなんて。これはうちの会社の勝手だろ。お前に関係ないだろ。おい、何をする？新シノボール。自ら私と来る。それとも警察を呼ぼうか。警察に連行してもらう。俺は奉公員なんてしてない。通報する権利なんてお前にあるか。技術の捏造は初見にならないとでも。証券乱用で巨額の資金を横領したのまで罪にならないとおっしゃるの。なぜそれを。連れて行きなさい。話せよ。電話は繋がったのか。このボル。ダメ電話に出ないわ。そんな。私たち、一体どうすればいいの？こっちに聞いてどうするんだ？お前が会長だろうが。かけ続けろ！出なけりゃ警察に通報だ！おい、もういい。本最優先でやるべきなのは、提携先の問題をどう解決するかだ。100億の違約金だぞ。中堅淵からの30億の特許料請求だって残ってる。星海はもう破滅寸前なんだ。そうだ。京淵を探すのよ。今、星海を救えるのは京淵しかいないわ。そうだ、その通りだ。京淵がライセンス更新を認めて、技術を使わせてもらえれば。提携先の問題なんて一瞬で解決する。じゃあ、私はまずこのボルに電話すべき。それともジェウに電話すべきかしら。林湾他この愚か者だ！ずっと我慢してやっていたんだぞ！林湾他覚えておけ。星海のこの危機を乗り切ったらな。てめえと徹底的に落とし前をつけてやるからな。おい、もういいだろう。今は問題を解決するのが最優先だ。急いで陳氏昇に連絡しろ。10分経っても連絡がなければすぐに通報だ。京淵の件は、このわしの面子をかけて頼み込むしかない。わし自ら頭を下げに行ってくる。収送。本日正午が星海グループによる技術使用量子払いの最終期限です。期限までに着金しなかった場合、法的措置に踏み切りますか？その必要はない。収送。星海グループの資金繰りについては収送が一番よくご存知ですが、現在口座には50億元の流動資金しかありません。本日、星海は取引先から100億元近くの賠償金を請求されています。一刻も早く法的手続きに踏み切るべきだと考えます。30億元の流動資金を凍結させるのです。星海の面は完全に俺の手の中にある。奴らがどれだけ愚かでも。それくらいは理解するはずだ。もう少し待て。だが、一体どうすればいいんだ？星海のローです。要件は？実はですね。星海の取引先が全員大騒ぎでして、星海はもう追い詰められているんです。星組の生死など俺にはどうでもいい。本題を話せ。要するに、皆周遭に星海へ戻ってきてほしいのです。傾きかけた我が社を支え、崩壊の危機から救っていただきたい。理由か。以前、グループで 35% の株式を名義保有していたでしょう。すぐに凍結を解除して返却いたします。その程度の理由では心は動かないな。どうだった？京淵は何と言っていた？切られました。切られた？そんな。一体どうすれば？京淵は 35% の株式程度では首を縦に振らないと。そんなの当たり前だろう。グループが名義保有していた 35% の株式は、もともと周影元本人のものなのだから。その通りだよ、全く。当初、林番藩があの青二歳の陳氏のボールにそそのかされて、周慶淵をグループから追い出さなければ。我が星海がこんな惨状に陥ることもなかったんだ。だが一体、どうすれば電話に出てくれるんだ？
シュウソウ、星海から打診があったのになぜお断りになったのですか？奴らの差し出した条件が軽すぎる。と言いますと。今日は星海の幹部どもにたっぷりと教えてやるのさ。思い知らせてやる。本物のビジネス交渉というものをな。シュウソウ、先ほどは大変失礼いたしました。あの 35% の株式は本来シュウソウのものです。本題を話す。本来ですが、その 35% を返却するだけでなく、私個人の株式と30億の技術費も本日一括でお支払いいたします。さらにグループ最高エンジニアの役職にも復帰していただき、そして一番重要なのは、シュウ様のご技術につきまして、当グループが総力を挙げて量産化を支援させていただきます。それだけか。はい。お前たちに電話させるのは、これが最後だ。次かけるときは、よく考えてからにしろ。また切られた。なんだとまた切られたのか。集計淵の役を、一体何がしたいんだ？そうだぞ。奴は一体何を望んでるんだ？はっきり言えばいいだろう。もしかして、林番頭に電話させたいんじゃないのか。なんだかんだ、二人は10の死も一緒にいたんだ。番頭なら、そのくらいの顔が利くだろ。連呼なんてあるわけないだろ。離婚後印書にサインしたんだぞ。昔から言うだろ。離婚した夫婦は拳銃の中だってな。はい。この会議室の中で、林番頭ほど京淵に電話する顔のないや子はいない。じゃあ、集計淵は一体何をするつもりなんだ？一体何が望みなんだ？王さん、かけろ。かけ続けるんだ。何が欲しいのか直接聞くんだ。そうだ、新杯が潰れそうなのに、集計淵が何を欲しがろうが全部提供すればいい。そうだそうだ。林番頭、聞いたか。この後継淵がどんな要求をしてこようと、絶対に飲むんだぞ。林番頭、うちの星海を救えるのは集計淵しかいないんだ。わかってるのか？皆さんの言う通りにします。皆さんに従います。新弁護士、収送、頼み体験が何でしょう？直ちに星海グループの名域で、猿城の長品研究開発センターを訴えてくれ。資金流出を防ぐため、口座凍結を請求するんだ。シュウソウですが、我々は星海グループのものではありませんよ。すぐにそうなら。承知いたしました、シュウソウ。直ちに着手いたします。シュウソウ。あなたが商売にお戻りいただけるなら、我々は直ちに陳氏のボルを解雇します。さらに彼の法的責任も追及いたします。破滅はそちらの問題だ。私には関係ない。安を恨んでいらっしゃらないのですか？事業がダメになれば撤退し、コインが汚されたなら解消するまでのこと。恨む恨まないの問題ではない。それは、そちらには、あと3句話す猶予が、私を納得させられないなら、残念ながら。それまでだ。ああ、シュウソウ。一体何のご所望なのですか？何かヒントをいただけませんか？後に、そんな。あと一句。これもカウントされるのですか？もう仕訳ないが、星海グループの剣派で遅れだ。待ってください、シュウソウ。ちょっと切らないでください、シュウソウ。聞いてください、シュウさん。シウさん、シウさん。わかりました。すべて承知しました。シウさん。あなたたちには最後のチャンスがある。よく考えてからわしが。シウさん。あなたが正解に戻ってさえくれれば、今日からこの席をきれいに開けて待っています。あなたに絶対的な経営権と発言権をお渡しします。这些、悪くない。シュウさん、お引き受けくださるのですか？10分だ。10分後に星海へ着く。つまらないものだが手土産を持っていく。シウさん、承諾していただけるだけで十分です。手土産なんてお気になさらず。よく、手土産の件はどうなっている？新シノボルのやつ、空港で逃げようとしたところを抑えました。すぐに星海グループへ連れてこい。私も10分後に着く。そう。セイさんを始めましょう。星海はもともと私が一人で支えてきた会社だ。私が与えたものは受け取っていい。だが私が与えないものは何一つ奪わせない。これで助かったぞ。集計淵の技術さえあれば、我が星海グループもようやく生き返る。
ありがたや。神様仏様だ。そうでなければ100億の損害賠償で、ここにいる我々は全員、破産して一文なしになるところだった。まだ連絡がつかないのか。あの陳志昇のバカ野郎とだ。このボルは体の具合が悪くて、まだ休んでいるのかもしれません。ふざけるな。クソ野郎が。この土壇場に至っても。お前はまだ奴をかばう気か。お前、今すぐ警察に通報しろ。あのバカ野郎を早く連行させる。その必要はない。奴なら連れてきてや。バンタン、助けてくれ。頼む、助けてくれ。バンタン。どういうつもりよ。今すぐ彼を解放しなさい。いや。そんなに真男が愛おしいのか。黙りなさい。なんだかんだ言っても、クオーは崩壊グループのチーフエンジニアよ。彼をそんな風に侮辱することは許さないわ。陳志昇が主導した偽技術の件があっても、うちの会長はまだ親糸を据えたりないようですね。このボルだって誰かに騙されたのよ。彼だって被害者だわ。集計夫人、聞こえたでしょ。命令するわ。早く彼を解放しなさい。林番頭、お前は知っているのか？俺たちがどこで陳志昇を抑えたか。林番頭、それなら知っているか？俺たちが陳志昇をどこで捕まえたかを。それ、どういう意味よ。自分で話すか？それとも俺が代わりにしてやろうか？まさか。海上空港の国際戦闘場ゲートだ。なんですって。どうした？あなた、なんで空港に行こうとしてたのよ。体調が悪いんじゃなかった。これが陳志昇の海外行きの航空券。このクソ野郎、高飛びする気だったのね。これが陳志昇のキャッシュカードだ。それと最近の取引明細だ。ちょうど昨夜、長品研究会はスセンターから陳志昇の口座へ10億元が振り込まれた。陳志昇、この10億についてどう説明するつもりだ？痛い。俺が悪かった。反省してる。これも騙されたんだ。先輩の超流しなと共謀して、意図的に星海へ性能を落とした技術を売却し、そこから20億ものふと売り益を得た。違うか？俺だって仕方がなかったんだ。高飛びしなきゃ。こいつら役員どもに殺される。あなた、私の信頼を利用し、10億も着服して海外へ高飛びしようとしたのね。違う、そうじゃないんだ。バンタン。私はあんなにあなたを愛して、大切にしてあんなに信頼して甘やかしてきたのに。なんで私を騙したの？なんで私を騙したのよ。もういい加減にしろ。お前みたいなグ主がいなければ、こんな売国度が生まれるはずもない。林バンタン。星海がこんな無残な状況に落ちぶれた最大の原因はお前だ。お前に責任がないなんて言わせんぞ。バンタン、助けてくれ。バンタン、逮捕されたくないんだ。バンタン。林番頭だって自分の目を守るのに精一杯だ。真相。俺が悪かったです。反省しています。どうか見逃してください。許してください。お前が反省していようがどうだろうが、俺には。どうでもいい。洗車場はどなたですか？警察の方、こいつです。センさん、
あなたを技術捏造及び他人の特許権侵害の容疑、並びに業務上の地位を利用し、巨額の不当利益を得た容疑で逮捕します。ご同行願います。俺はやってない。連れて行け。パンタン助けて！パンタン刑務所に行きたくない！陳志昇。一生臭い飯を食うがいい。我が星海グループはお前を絶対許さないからな。やだ逃げるんだ。林番頭、席につけ。お前の話をする時間だ。その席は、お前が座るべき場所ではない。周祖、こちらへどうぞ。中継夫妻。これが私への復讐のつもり。適者生存。それがビジネスの残酷なルールだ。林番頭、周宗に復讐されるほどの価値すらあなたにはないわ。でも星海は父が残してくれた会社よ。本当に奪い取るつもりなの？周宗がいなければ、星海は10年前に潰れていたわ。林番頭、お父様が残したのは無価値な泥銭と、山のような借金だけだったでしょ。皆様、お静かに。ただいまより、星海グループ株主総会を開会いたします。第一議題、林番頭氏の著しいの力不足により、グループの各事業等かつが不可能となった件につき、林番頭氏の会長職解任を提案いたします。役員の皆様。聴取にてご決起ください。賛成じゃ。私も賛成です。賛成。よし。満場一致で可決されました。ここに、林番頭氏の星海グループ会長職解任を発表いたします。第二議題、直ちに返還いたします。中継深志氏のグループ名義代理保有株式 30% を、同時に、グループの資金には限りがあり、今後の新規事業量産化への投資拡大を見据え、グループが収支に未払いの技術使用量産10億円は、株式に換算することとします。株式に換算だって。じゃあ、その分の株式は誰が出すんだ？我々の持ち株を希釈化するわけにはいかんだろう。そうだ。ご安心ください。グループ定款代一条に基づき、問題を起こした本人が責任を負います。定款第一条により、株主の個人的な過失によって、グループに混乱と大きな損失をもたらした場合、取締役会は当該株主の保有株式を無条件回収し、保証を行わないものとします。林番頭。この処分に異議はあるか？異議なしと認められましたので。林番頭氏が保有する 37% の株式を、すべて集計深志氏の名義へ併伝し、技術使用料30億円の弁済に充てることを宣言します。周先生、この内容でお気に召しましたでしょうか？続きまして、第3議題、星海グループの次期会長選任を行います。私は集計不死先生を推薦いたします。賛成。私も賛成です。よし、全会一致で可決されました。本日をもちまして、星海グループ新会長に集計不死先生が就任いたします。それでは、集会長よりご挨拶を頂戴いたします。伝えるべきことは3点ある。1、林番頭氏は星海グループにおいて、いかなる役職もつかせず、即刻解雇とする。集計夫妻。あなた本当にそこまで私を追い詰めるつもり？番頭、記者会見以降。あなたとシシュコのスキャンダルは広まりきっているわ。これ以上あなたをグループに残せば、星海グループにとって深刻なイメージ失墜につながる。株主たちの投資ワンダンにも悪影響を与えるわ。ご理解をし。2、星海グループは、陳志昇の長品研究開発センターに対し正式に法的措置を講じ、習得されたい星さんを回収いたします。周宗、すでに事前申請を行い、あの日の口座を凍結させました。あの20億元の資金は無事残っております。さすがは周宗だ。すべてお見通しだったとは。
そうだとも。中層がグループにおられた10年間。我が星海グループで大問題が起きたことなど一度もなかった。3、会議終了後、直ちにプレスリリースを配信し、星海グループの人事異動を社会へ公表いたします。また、系譜知見救出は星海グループの前提系先に対し、新技術のライセンス供与を行います。これでようやく解決だ。星海が、息を吹き返したぞ。助かった。以前よりも必ず素晴らしい会社になると信じている。その通りだ。用がなければ業務に戻ってくれ。3回。系譜値。少し話せる。飓风だけだ。本当はね、この何年間も私が一番愛していたのはずっとあなただったの。ありがとう。あの時、チンシノボルに近づいたのは、あなたを知らせたくて私を気にかけてくれる姿が見たかった。すまない。俺が鈍感で、君が望む反応を示せなかった。星海はあなたが一人で支え役組んできた会社よ。なのにこの何年間、私は全部自分の実力だと勘違いしていた。そのことに気づいた時には、もう遅すぎたの。あなたが聖神を率いることを恨んだりしないわ。あなたを憎むつもりもない。市長の選択。君も俺も理性的であるべきだ。ねえ、一度でいいから理性を捨ててくれない？知ってる？この何年間、あなたの何が一番嫌いだったか何事においても冷静すぎるところよ。まるで氷のように冷たいわ。俺の配慮が足りなかったな。少しも弁解してくれないの？結婚したばかりの最初の数年間は、本当に私のことを大切にしてくれたじゃない。今更弁明しても意味がない。じゃあこれからまた優しく接してくれない？新婚の時のように。林番頭。俺たちの間に、これからなんてあると思うか。あなた、本当にそこまで冷酷なの？君なんだ、君なんだ。すべては君のためなんだ。明日の朝、マンションの下で待ってる。一緒に民生局に行きましょう。お願いね。私の荷物も持って降りてきた。どこにいても、私は、落ちていくあなたを止められない。おい、ロユ。そっちの新設備の調整はどうだ？技術は全く問題ありません。試運転をパスしたばかりで、生産の武力がなんと3倍に上がりましたよ。3倍とは素晴らしい。長社長、そちらは順調ですか？順調どころではありませんよ。星海グループとこれほど素晴らしい技術を提供してくれた集会長に感謝します。いいえ、当然のことです。では、また連絡しましょう。集会長。グループの株価が急上昇し始めました。特に人事異動の公表後は、投資家の信頼を取り戻しました。つい片押しだ。グループの株価をだと同じ水準まで押し上げろ。はい、会長。小つばめ、用事を済ませて1時間後に戻るよ。林番頭とですか？系譜値。父が突然亡くなったの。私に星海という厄介な荷物だけを残して、それにたくさんの借金も。あなた、私のこと嫌になったりしない？バカだな。何を考えてるんだ。俺たちはもう家族だ。絶対に君を世界一幸せな人にするよ。系譜値、
私たちの研究室に来てくれてありがとう。また新しい技術を開発してくれたのね。家では仕事の話はしたくないでもバント、俺が言いたいのは、君がもっと星海をうまく仕切れるように。すべての技術と今日。もういいわ。技術って、私の前で技術の話ばかりしないでくれる。今後二度と私の前で技術なんて言葉を出したら、離婚するわよ。本当は彼、ずっと私を深く愛してくれていたんだ。私を大切にしてくれていた。あなたは悪くない。私がもしもし、ケイフチ。今どこ？あ、私のスーツケースを持ってくるのを忘れないでね。ありがとう。傷ついた心を一針一針縫い合わせることになれた頃。2曲やろうか。手続きが完了いたしました。身分証をお受け取りください。そう思い込んでいた。一遍ずつつなぎ合わせればもう寂しくないと思っていた。欠けた部分は誰にも埋められないとようやく気づいた。ケイ夫妻。何年もあなたの笑顔を見ていないわ。最後にもう一度、笑いかけてくれない。あなたの笑顔を見るのが好きだったの。どうやって笑えと？何を言えばいい？気遣う必要なんてない。そして次の風の中へと向かっていく。はたあいつ、本当に俺をもう愛していないのか。もう一度愛してくれるのか。永遠に。私たちは、より素晴らしい自分へと変わっていくわ。